皆さんこんにちは、フォトシンです。今日は春の撮影で撮れた写真たちを紹介していきたいと思います。前回、前々回とちょっと山の撮影の動画になってしまったので、桜とかのね撮影の動画がお届けできなかったので、今回はねその撮影で撮れた写真たちを紹介したいと思います。どうしてもね撮影の様子をお届けするっていうのが困難な環境が多くて、撮影地とかのね環境によってやっぱ人がいるところで動画回すのって結構抵抗があるので、私自身がなのでね、今回は写真だけをねちょっとお見せしながら、その背景とかのストーリーをですね、お話ししながら、深掘りして、お届けできればなと思います。20枚ぐらいありますのでね、ぜひ、ゆったりとした気持ちで聞いていただけますと嬉しいです。はい、ということでね、まず1枚目から早速ご覧いただきたいかと思います。こちらになります。これは水面に溜まった、桜の花びらを撮ったものになります。ちなみにこれは長野県のね須坂市っていうところの我流公園っていうところですね、知ってる方もいるかもしれないんですが、桜がねすごい綺麗な場所で観光地にもなっている場所ですね。私は高校生の時に、からそこを結構行っていて、ずっとね毎年行ってる場所なんですが、今年も行ってまいりました。で、木がねいっぱい並木道みたいになってるんですけど、今回撮りたかったのはねこの水面に溜まった桜の花びらだったんですよね。で、前日に結構強い、雨と風があったので、明日多分いいなと思ってね、早朝4時ぐらいから行ってきました。で、こんな感じでたくさんね岸辺に溜まっているというところを撮ったんですけれども、これは単純に視覚的に見て綺麗だなというふうに思ったところもあるんですけれども、実は言うと水面のところ見ていただくと、手前のたくさん溜まっているところと上の部分にはちょこちょこっとね、点々と、桜の花びらがあります。そこにねこう映っているのがその上にあるね枝なんですけれども、それらもねちょっと入れております。で、視覚的に見て綺麗だなと思ったところプラスちょっとこう時間の流れというか、そういったところも表現できたらいいかなと思ってこんな感じで、写したんですけれども、純粋にこう枝から、葉っぱが今見えてるんですけど、そこから花びらが散って、こんな感じで点々と、一旦水面に落ちてですね泳いで、それで風とか、そういったものでどんどん岸の方に溜まっていくっていうね、その流れをねちょっと映し込みたかったので、こんな感じで表現してみました。はい、ということでちょっとね水辺の写真をいくつかね紹介したいんですけれども、続いてこちらです。はい、こちらはですね、先ほどと同様にまたね湖面を撮っているんですけれども、今度はもう一面に、この桜の花びらがねぎっしりと詰まっているようなところですね。単純にこれだけこのぎっしり詰まっているところだけを撮って、ちょっとこう抽象的なアブストラクトな写真にしても面白いかなと思ったんですけど、やっぱ何か桜の要素っていうものをもう少し入れてあげたいなと思ったので、タラーンと垂れているね桜のこの幹と枝があったのでね、それをね合わせて入れております。なので2つの綺麗な要素をですね重ねているというところで、すごい構成としてはシンプルなんですけれども、なんかね落ち着くような、そんなね光景なのかなというふうに思います。で F26 で割と絞ってるんですけれども、下にあるもちろんその手前の枝の桜にはピント合ってるんですけど、奥の方もですね、実は一枚一枚の、花びらがねなんとなく存在がわかるようになっています。ただ厳密に言うと奥に行くに従ってちょっとボケていくような感じですね。やっぱり F26 でもこれは GFX の中盤で撮ってるので、なかなかパンフォーカスみたいにはならず、少しボケているんですけど、それはそれで手前がやっぱり浮き出るのでいいのかなというところで、ただやっぱり一枚一枚のその存在感っていうものは、残したいなっていうところで、結構絞ってね撮影をしています。すごいシンプルなんですけど、こんな表現もねしてみました。続いてはちょっとね可愛らしい一枚なんですけれども、これはね雪柳の葉っぱかな、確か雪柳がいっぱい生えていて、それをね撮ったものなんですけれども、背後にはまた先ほどと同じように、桜の花びらをぎっしりと詰めたその湖面を入れて、手前にはこんな感じでこう泳いでいくようなね、この葉っぱが泳いでいくような、結構雪柳の葉っぱというかね、それってすごい可愛くて、本当は白い花が咲いてるんですけれども、そのうちの中にはこういう緑のね葉っぱだけのものもあったりして、それをねちょっと横長でやってみました。そんな感じでこう桜のこの海を泳いでいくようなね緑の葉っぱっていうところでちょっとね表現してみました。このピンクとこの緑の色彩のこのなんでしょうね、調和っていうところもすごく綺麗だなと思って、すごいねお気に入りの一枚になっております。そんな華やかな一枚からちょっと渋くなりますけれども、これも実は言うと、同じ我流公園で撮ったものになります。でちょっとねこれ見た時に自分でねこうずっとこの瞬間見ていた時に風で
この水がこう動くんですよね。それでこう花びらが流れるんですけれども、ちょっと目を閉じてまた開けると全然ね、違う模様になってるんですよね。もちろん花びらが流れてってしまうので、それがすごくね、儚いなと思って、本当に一瞬一瞬で、見ている光景が変わっていくので、なんかすごいなっていうところで、それをちょっと写真で表現できないかなっていうところでね、やってみました。で、やっぱりこの時間の流れっていうところを表現するっていう時には、少しやっぱ長秒旅行ですかね、をしてみたいなと思ったので ND64 を使って、シャッタースピードを4秒にしてやってます。そうすると水面のところの桜の花びらがですね、スッとこう横に、筋のようになってですね、流れるので、それがちょっとした時間の、流れですね。で、もっともっと長い時間、例えば ND1000 とか使って長い時間長秒旅行にすると筋になるんですけれども、自分自身がこれ見た時に目をつぶって開けたその数秒間の、その瞬間をちょっと、感じてね、すごいいいなっていうか、儚いなとか、そういう気持ちになったので、それを表現したいというところで、4秒が一番ちょうどいいなと思ったのでね、今回はこれにしました。プラスもう一つ理由があって、こう垂れ下がってるこの、桜の幹ですかね、幹じゃない枝ですね、あと桜の花びら、これ4秒以上にしてしまうとやっぱ風もね吹いていたりするのでブレちゃうんですよね。なので、なるべく風がない状況かつ下のね水面が動いてくれるようなその瞬間を何回も何回も撮ってですね、できる限りこの上の幹じゃなくて枝を動かさないようにしながら下の筋を残すような感じでやっております。なので結構これを撮るまでに何枚も何枚も撮っていました。ただずっと撮ってるとどんどんね下の桜がいなくなってしまったりしたのでね、何個か撮ったうちの一つをピックアップしているというような感じです。もう一つねこだわったのが背後の、木の影ですねの反射になりますけれども、これちょっとね島があるんですよね。そこに生えている木々たちの、影の反射を入れているというところですね。背後を全くの黒で、漆黒の世界にしてしまってももちろんインパクトはあるのかなと思ったんですけど、ちょっとシンプルだなと思ったので、もうちょっとこう、渋い感じの、撮影というかね、そういう表現をしてみたいなと思って、その時にちょっと後ろにこう、木々の反射があったので、そこをうまくこの、枝のところにかぶさるように入れてあげることによって、ちょっとこの世界観をね渋くしてあげたっていうところプラスこの桜の存在を少し浮き立たせてあげるようなね、そういう役割もあるのかなと思ってね、こんな感じで構成しております。なので非常に先ほどの華やかな世界とはね、違う形で表現をしているんですけど、これも、お気に入りのね、一枚となっております。はい。っていう感じで、続いてはこちらですね。今度はポンと可愛いリボンのような感じの、桜なんですけれども、これ見たことある人いらっしゃいますかね。割と古い桜の幹にポンとこう、生えているようなね桜があるんですけど、胴吹き桜とかですかね、胴吹き桜とか胴咲き桜っていう風に呼んだりもするのかな。そういう、名称がついております。結構その幹が古かったり木がもう老樹になっていたりだとか、あとは樹幹部にストレスを、受けたものがこんな感じで幹のとこに芽を出して、桜のね花を咲かすっていう風に言われてるんですけど、あんまりね詳細の、理由というかね、そういうところっていうのは実は言うとあんまり分かってないけど、そういう風な、仮説というかがね立っていますね。樹幹部とかでストレスを受けると、花が咲けなかったりするんで、それを補うためにこう幹から直接このシュートって呼ばれるものを出してこう花を咲かせるみたいらしいんですけども、結構そんな物語抜きにして可愛いなと思って、いつもね撮っているんですが、そんな感じの、一枚ですね。右側に少し影の部分ですね、これ手前の木なんですけど、そことあと左側の木っていうのは光を受けているので、その表皮の部分の質感っていうかね、木の様子がわかるんですけれども、そこのちょっとコントラストもつけつつ、あとは背後にボケている部分があるんですが、そこにまた木のね、大きい枝とか幹があるんですが、そこはね桜の葉っぱがいっぱいついていますよね。普通だったら枝から桜のね花びらが咲くんですけれども、そことの対比もちょっとね、作りながら、でも後ろはぼかしてあげて手前のこの子に、ちょっと焦点を当てて、そんな感じで撮った1枚ですね。なので F1.8 で、
かなり後ろはぼかして撮ってるような、結構そんな感じのシンプルな一枚なんですけれども、でもそういうなんでしょうね、理由があってこういう幹から咲いているっていうねところも、そういったストーリーも結構自分も好きだったりしましたので、ぜひですね、見たことない人はまた幹をね見つけて、今年ちょっと見逃しちゃったっていう方はまた来年見つけてみてください。続いてまた同じようにね、幹から直接生えている桜なんですが、ちょっとね今度は違うんですよね。何が違うかというと、よく見てみると、枝が生えているところにですね断面があるんですよね。これなんか人為的に切られたような跡があるんですよ。ノコギリでこうスライドして切ったようなね、その跡があって、なんで切られたかちょっとわからないんですけれども、そこの脇からまた新たにこう桜の花びらがですね咲き始めているという、ちょっとそんな面白い瞬間ですね。私は普段あんまり人工的にこう切ったような断面っていうものはあまり撮りたくないなって思う方なので撮らないんですけれども、ちょっとこれは面白いなと思ったのでね撮影してみました。でやっぱりその人が切ったその行為に対して逆らうかのようにですね、また新しい生命が生まれてきてっていうところも非常に印象的だったのと、あとはこの木と木のねこの密な感じですかね、そこからこう覗き見るような感じのそういったところにもね、結構惹かれましたので、ちょっとこんな感じで撮っております。で F が32なんですよね。かなり絞っているんですけれども、なんでこんな絞ったのっていうとこなんですが、実は言うとこれ F5.6 でも撮っていたんですが、そうすると手前はかなりボケますね。で、ピント合わせているのがその桜っていう風になるので、手前は本当手前とその左側の木はボケて奥だけにピントが合うような感じになっていたんですけど、ちょっとそれだとあまりにもこう視線誘導しすぎるなっていう強引さがすごい感じてしまったので、なんかこのやっぱり桜の幹の美しさっていうところも表現したいし、純粋に視覚的な面白さっていうところも伝えられたらなと思って、あえてね32に絞ったものを選びました。なので 5.6 からね結構5、6段階ぐらいですかね、どんどん絞っていって、どのボケ具合がいいかっていうところで、最終的に32をピックアップしたっていう感じですね。なのでその時に物語をちゃんと構成して F 値でバンと1枚で撮れれば、もちろんそれはベストかもしれないんですけど、後々冷静に考えてこっちの方がいいなと思うケースもあるので、ブラケットっていうね、呼び方もすると思うんですけど、 F 値のブラケットをしておいて、ピントをですね、下がしの浅く取って、徐々にこう深くしていって、で後でまた編集の時にやっぱりこっちの方がいいよねっていうケースもあるので、そういう風にしてみるとよりいいのかなと思います。なので今回は私は32が好きだったのでね、こんな感じにして表現をしています。そんな感じのちょっとテクニカル的っていうほどでもないんですけれども、そういったところのこだわりっていうところもある1枚ですね。なんかこの断面なんでここなんか生え方もなんか接ぎ木とかしたんですかね。なんかそんなような感じもしなくもないですけれども、不思議な枝ですね。なんか取ってつけたような感じもするんですが、そんな、1枚になっております。続いてはこちらですね。桜といえばやっぱりこう踊り狂ってるようなね、この幹の姿っていうところに惹かれることがね多いと思うんですけど、私もすごくねそのうちの一人なんですが、今回はねこれ毎年撮ってる桜で、実は言うとこの下にはお墓があります。だいたいお墓のところにはね桜があったりすると思うんですけれども、この幹はね結構勢いのある形をしていて、で特にこれ西に向かってこうバーッと伸びてるんですよね。でちょうど西の方に太陽が沈んでいくので、なんかこう暖色のねこの夕暮れの光に向かってこう伸びていくような、そういう、ロケーションになっています。で結構これ夕暮れ時の暖色の光とこのピンクって調和が難しくてですね、オレンジが貸しすぎるとこのピンクの淡い美しさがかき消されてしまったりだとか、逆に今度はピンクが勝ちすぎてもなんかなっていう瞬間で、その絶妙なバランスっていうところをですねちょっと撮りたいなと思って夕暮れ時に行ってね、ずっと時間待って暖色になりすぎる前で撮った、ものです。で背後の空の淡さが淡い青さがねちょっと出るような感じの、時間帯で撮ったっていうところですけど、そんな感じの一枚になってます。なので桜もさっきお見せしたのは本当にクローズアップした世界だったんですけど、やっぱこういう枝ぶりとかねそういう全体の姿を撮るっていうのもこの桜の撮影の醍醐味なのかなと思ってね、これも今年また見れてねよかったなと思った一枚になります。そして山桜ですね。これ去年の写真なんですけれども YouTube の動画でもねあった気がします。山桜はやっぱりちょっとこう最初のソメイヨシノとか
先ほども桜とかね、ソメイヨシノとかがほとんどなんですけれども、それの時期が終わった後に今度標高が高いところで、咲き始めるような、そんな桜ですね。私のいるエリアでは今頃、見頃を迎えてきて、標高1000メートル超えたあたりですかね、ちょうど今咲き始めている頃になります。で、山桜はやっぱりそのソメイヨシノとかとちょっと違ってですね、そもそものその生きる姿とか、その生まれてきた過程も違うので、そこでやっぱりね、今までの、紹介してきた桜とはまたちょっと異なるかなというふうにね、思います。で、ソメイヨシノとかって人工勾配でできた桜で、かつその糸があってそこに植えられているようなね、公園とか、あとはお墓だとかそうですし、そういう人のなんかこう意思というかが、あって、育っていく桜なんですけれども、山桜って自然にそこに生えてくる、自生しているね桜なんですよね。で、大体は鳥とかですかね、そういう鳥の、鳥散布っていうのかな、なんか食べて、それがうんちとなって出て、それでそこで芽が今度新芽を出して、桜の木になっていくような、そういうプロセスを経て山桜って、生えて成長していくんですけれども、もちろん全部が全部そうではないんですけれども、なんかそういうプロセスもすごい好きだなと思って、かつあんな山の上の方にポツンと一個だけあるとかね、そういうのもすごく見ていて、不思議だなーっていう純粋に見ていて、なんか心が落ち着くというかね、なんかひっそりと生えているのが結構私は好きで、山桜をね、これからちょっと撮るシーズンになるんですけれども、そんなね、これも一枚になります。ちょっとこうかくれんぼしてるようなね、そこからちょっと頭をそっと出してくるようなね、可愛らしい桜のね姿なんですけれども、そういうのもこれからまだまだ標高1000メートル以上のところは撮れるんじゃないかなと思うので、あとは天気ですね。雨が降った後、朝早朝の時間で、雨が降った後、太陽の光が差し込んでくると、今度はもやがバーッと発生するので、そういうところと合わせて撮ってみるのもまた幻想的でいいのかなと思うので、私は今年も山桜は雨と合わせて撮りたいななんていうふうにね、思っております。で、今度は雨かと思えば雪も降ることもあります。これは5月に撮ったね、桜なんですけれども、去年の5月、ゴールデンウィーク中ですね、これ確か。で、雪が降った時に撮ったものですが、山の中にひっそりと生えている桜に白くね、雪化粧をしているようなね、状態になるんですが、それもね、なかなかしょっちゅう起こることではないんですけれど、標高の高いエリアでは、やっぱり山桜とかっていうのはですね、こういう瞬間もね、迎えたりしますので、これからまだまだ天気がもしかしたら雪になることもあるかもしれないので、そういうチャンスを狙ってみるのもいいかなと思います。っていう感じで、自生している桜をね、ちょっと今紹介したんですけど、あとは最初に言ったソメイヨシノ、これはしだれ桜ですけれども、こういったお墓の上にあるような桜、その人間というかね、我々人類っていうのもちょっとあれですけど、その歴史的なところにつながってくる桜の存在っていうのも結構魅力的でですね、桜単体で枝ぶりとか、さっきの言った花びらとかっていうものももちろん綺麗なんですけれども、何かその桜と、あとお墓だとか、神社とか、人工物ですかね、そういったところも合わせて撮ると、よりこう、なんかこう人のね、歴史的なところも感じたり文化っていうところも感じますので、そういうのもまた、桜の撮影の面白いところかなと思います。で、これもね、お墓の上にこう植えられた、お墓の隣に植えられたしだれ桜なんですけど、こう包み込んでるようなね感じで、なんかこう先祖様を大事にするようなね、そういうなんか人のぬくもりっていうものも感じますし、なんかそういうところをですね、僕はこれしょっちゅうこういう人工的なものを撮るわけではないんですけど、メインはね、ただこういうのもやっぱこれから残していきたいなっていうか、それを感じていきたいなっていうふうにね、純粋にね思います。これは毎年行ってる近所のしだれ桜なんですけれども、本当にね素晴らしい、時に行けてよかったかなと思ってます。ということで、一通り桜のね写真たちを紹介したんですけど、ちょっとねそれ以外のお花もですね、ご覧いただきたいかなと思います。はい。ではですね、水芭蕉になります。水芭蕉も桜の撮影の時期と大体同じぐらいか、若干桜の後半ぐらいですかね。で、咲き始めるような、そんな花になります。
で、もちろん場所によってはね、違いますし、標高によっても異なると思うんですけど、大体私のいるエリアではですね、そんな感じですね。で、今年もちょっと撮ってきました。やっぱ水場所ってすごい不思議なね、シルエットをしていますので、すごい魅力的なんですよね。で、ちょっと今回はこれ、前ボケを使ってね、かなりボケを使った撮影にしてるんですけれども、私の好きな70-200ですね、F2.8 の大三元を使って Z7 で撮ったものになります。で、結構低い位置のローアングルから撮ることが私は結構好きなので、もちろん上から広く撮ったりすることもあるんですが、結構私はね、下からこんな感じで、一つをね、ピックアップして撮るっていうのが、好きなので、こんな感じでね、表現してます。この白いところって、知ってる方もね、いらっしゃると思うんですけど、花じゃないんですよね。だから葉っぱの一部がなんか変形したもので、この真ん中にあるようなね、筒状のものが花っていうところで、私もね、最初はこれ花だと思ってたんですけど、実は言うと違うんですよね。なんかそこもまた面白かったりして、ますけれども、そんな感じの一枚になります。で、この黄色いのは何かっていうとね、これ琉金貨っていうお花になるんですが、この琉金貨っていうものも割とこの水場所が生えているようなね、湿地帯というか、ちょっとこう湿度のあるような場所で、成長してお花を咲かせるような花になります。ちょっとね、次の写真を見ていただきたいと思います。これが琉金貨ですね。本当にね、小さくて可愛い、花なんですけど、結構群れでね、こう咲いてくるようなね、そんなお花になります。一匹でひっそりっていうよりは、ブワーっとこう一面に咲くようなね、お花ですが、これはですね、その中で一匹だけちょっと外れ値みたいに、いたお花があったので、ピックアップしてね、撮ってみました。実は言うと右下に葉っぱのように見えている小さい、丸みたいなものがあるんですけど、これはつぼみでこれから咲いてくるものなんですが、こんなようなお花になります。これもね、雨降った後でちょっとこう、スケルトンチックな感じになっていたので、それもなかなか綺麗だなと思ってね、撮ったんですけれども、これから咲いてくる酸化葉とかもね、雨で濡れると透明になってゼリー状になるんですけど、ゼリー状っていうか、ゼリーみたいになるんですけど、その雨に濡れた様子っていうのもすごいね、綺麗だったので、今回ちょっと撮ってみた、そんな一枚ですね。またね、次の動画で、琉金貨とか、あと水場所の写真の動画ね、流しますので、お楽しみにしていてください。で、こちらも、水場所ですね。なんかでっかいね、これっていう風に見えるかもしれないんですが、本当に、下からですね、煽って撮ってるような感じの一枚ですね。これはGFX で撮っているんですが、35ミリですね。35ミリの方で撮っております。で、割と標準域なので、こんなになんか広角っぽくなるのっていう感じなんですけど、意外とね、この 35mm でもこのぐらいの、広い範囲をね、撮ることがね、できます。で、ダイナミックに撮ることができます。ただ、絞りは本当に F22 っていう感じでかなり絞っておりますけれども、そうすると、前景の水場所にはですね、ピントがちゃんと来るというか、ただ、後ろの方はやっぱりボケますので、そこのところはですね、しょうがないって言い方はあれなんですけれども、逆にボケている方が良かったりしますね。手前と奥の分離が図れるので。で、もうちょっとこう、例えば F 値を下げてあげて、被写界深度を浅くしてあげて、背後をもっとぼかしてもいいんですけれども、やっぱりその背後の、林というかね、森の、世界っていうところの存在感も若干残したかったので、枝の筋とかもね、少し残したかったので、F22 っていう値をね、選択してます。それは手前の、一番大事な水場所の全体的にピントがちゃんと来るような被写界深度を得られるようにして、奥はどのぐらいじゃあぼかしてあげようかっていうところの判断で、最終的に F22 を選択したというところですね。で、これ、三脚を立てれるような場所じゃなかったので、木道の下のとこからね、手をこんな感じで下ろして、こんな感じってどんな感じってとこなんですけど、手をね、下ろして、地面に当たらないスレスレのところで、撮ったものなんですよね。で、シャッタースピード6分の1なんですが、頑張りましたね、これ。手持ちで撮影をしております。で、チルトなのでね、こうちょっとパカッとこう画面を開いてあげて、でピタッとこう止めて、息を止めて撮るっていう感じですね。そんな感じで頑張って6分の1で撮りました。で、この時って最初は霧がね、入ってきてなかったんですよ。なので、後ろね、すごい、なんか何もない感じですね。こんな幻想的な雰囲気でもなくって、ただの、幹がいっぱい、幹というかね、林だったんですけれども、ちょうど帰ろうかなと思ってる時に、わーっとこう、霧が入ってきて幻想的になったので、慌ててまた戻って、同じ構図でね、撮ったというところですね。本当に、
何が起こるかわからない。全然雨は降っていたんですけれども、まさか霧が入ってくるとは思わなくてですね、帰る寸前でこんな幸運に巡り合えて撮れたというところでね、今年もまた、いい瞬間を見れたなっていうところで、思い出に残った写真になります。あとはこれ、ハンノキの新芽かな、確かハンノキだったと思うんですけど、そこについた水滴なんかもね、撮っております。こんな小さい世界なんですけれども、実は言うとこの水滴よく見ると、周りの林の様子を、反射しているというね、ちょっと面白いとこなんですけど、そこまで私も撮るときはね、気づいていなかったんですけど、後々見たらあれと思って、いたんですけれども、こういった小さいところも、見て撮ったりするとなかなか面白いのかなと思います。はい。ということでちょっとね、お花を紹介したんですがね、今度は家の周りで撮れるお花ですね。こんな感じでムスリカっていうね、ムスカリだ。ムスカリっていうお花なんですけど、誰もが見たことある、花ですね。田んぼとか、そういったところに、よくあると思うんですけれども、これも朝、雨が降った後で、太陽が昇ってきて、天気が好転するようなね、感じだったので、ちょっとね、朝散歩しながら撮っていたんですけど、今回はね、これ Z50 っていう APS-C のね、カメラで、そこに 50mm の F1.8S っていうね、単焦点のレンズをつけて、撮ってますが、最近本当にこのね、ニコン Z50 が、めちゃくちゃ好きでですね、もともと好きでずっと動画用としても使ってたんですけど、今はね、結構写真機としてガンガン使ってますね。で、またこの 50mm F1.8S っていう単焦点が本当に良くて、こういった小さい世界を切り抜く上でね、またこのボケと玉模様ですかね、水玉ってこの反射の丸のね、そういったものもすごく綺麗に出てくれるので、結構お気に入りでこんな感じで撮ったりしてます。こういったね、小さい世界もなかなかいいですね。で、やっぱりこういう花って、誰もが目にしたことがあると思うんですけど、なぜかやっぱ桜の引力が強いので、そっちに行きがちなんですけど、割とこう、家の周りにあるような世界でも、春のね、綺麗な瞬間ってありますので、このね、APS-C とか小さいセンサーサイズで、小さいカメラで、あえてこう撮っていくとね、なかなか面白い世界が切り出せるのかなと思います。あとはつくしとかもそうですね。つくしも昔はよく摘んで家に持ち帰って砂糖醤油につけて、茹でた後に砂糖醤油につけて食べたりした記憶があるんですけど、おばあちゃんがやってくれた記憶があるんですけど、当時はうまいなと思ってやってみたんですけど、すんごい美味しくなくて、なんで美味しいと思ったんだろう昔はっていうのをね、ちょっと、思い出しましたけれども、そういったつくしですね。これも結構可愛いんですよね。近くで見るとこんななんかブツブツになってるんだっていうのをですね、改めて感じますが、これも、先ほどと同じ Z50 と 50mm の単焦点で撮ってますね。あと、カタクリですね。カタクリも割と山の方に行かなくてもね、平地で普通に生えていたりするんですよね、場所によっては。なので、それもね、こんな感じでクローズアップして撮っております。そして最後は4枚ほど山の写真をですね、お見せして終わろうかなと思います。さっきまではですね、やっぱり鮮やかな春の、色っていうところをですね、ちょっとお見せしてきたんですけれども、今度はですね、ちょっと山の世界をご覧いただきたいと思います。こちらですね。これは残雪の山の斜面を撮っているんですが、両サイドがなんか白いもので囲まれていますよね。これはですね、この日の朝、雨が降った後にね、撮ったんですけど、雨がもう止んだ後にもやが漂ったっていうところで、上にも霧、下にも霧、そしてその間に見えてきたこの山の斜面、そのね、瞬間をちょっと撮ったものですね。最初は全部霧に飲まれてたんですけど、ある瞬間にこの真ん中だけ本当に扉が開くかのようにですね、見えてきたんですよね。本当はこの山の全体を見たかったんですけどね、ここだけパーッと撮れてきて、それはそれですごいなと思って慌ててね、カメラをね、出して撮った、そんな一枚になります。で、この山のね、山肌を見ていただくとわかるんですけれども、残雪のこのコーティングされている、雪の斜面がもうボソボソと崩れてですね、雪崩も起きたりするような場所ですけれども、その山肌が見えてくるというようなね、本当になんか曖昧な、瞬間というか、これは春ですっていうわけではないんですけれども、でもなんとなくこの春の訪れっていうのをすごく感じさせるね、なんかこう曖昧なんだけどすごく春だなっていうのを感じた、そんなね瞬間になります。この残雪の山っていうのも割とこうちょっと汚いというか、やっぱり新雪が積もった山の斜面って綺麗じゃないですか。だからやっぱそういうものを、冬の間はね撮りたいというところで、やっぱ残雪期にあんまりこういう斜面って撮ることはないかもしれないんだけれども、これもやっぱり春の
大事な要素かなというふうに私自身は思って結構好きなんですけれども、この荒々しい感じがまたね良くて、ここからまた緑が始まっていくっていうところの、移行期っていうところでもありますので、そんなところをちょっとこう霧で、囲ってくれたちょっと面白い瞬間をね撮った一枚です。そしてこちらはですね、北アルプスの唐松岳、これもね YouTube の動画でありますので、まだご覧になってない方はぜひご覧ください。唐松岳の隣にある不帰の剣で撮影したものですね。この不帰の剣は結構ね撮りたいなと思って厳冬期に行く予定がちょっと予定が合わず残雪期にずれ込んでしまったんですけど、それでも雪はねまあまああって、こんな感じでね、撮影をすることができました。唐松岳のねこっちの奥に見えてるのは剣岳なんですけど、こっち側もねまたなかなかすごい斜面なんですよね。入り組んだ山と、ゴツゴツとした、荒々しい感じで、そこのね、ずっと谷の奥にはですねこの剣岳があるというようなね、この構図でずっと撮りたいなというふうにねちょっとこう思っていたところで、いたんですけど、この日はね黄砂がすごくて黄砂が本当にすごくて目がかゆい中で、大変だったんですけど、動画の中でも言ってるんですが、黄砂がある時って結構光がねこう乱反射を起こしてすごい綺麗になったり、幻想的になることもあり、そしてこんな感じで霞んでるからこそ得られるこの遠近感っていうかねっていうところもあり、優しさっていうのもあり、やっぱりこれも春らしい瞬間なのかなというふうに思うんですけど、この荒々しい山の斜面にちょっとこう春の兆しの優しさがあるというようなね、そんな感じの一枚になっております。でこちらは唐松岳山頂から翌日の朝、五竜岳を撮った一枚ですけど、やっぱり厳冬期ってなるともっとね雪の雪面が風が強くてシカブラっていうものができたりするんですが、もちろんここもシカブラの名残があるんですが、やっぱ雨が降ったりだとかちょっと時間が経つと溶けて、そしてまた凍ってを繰り返して、こんな感じのザラメ状のね、雪の雪面になってるんですけど、これもまた、残雪期らしい、様子かなと思って、ただこの S 字カーブを描いているこの美しい曲線、そしてその先に、五竜岳っていう形で、うまくねちょっと構図を作りたいなと思っていたので、こんな感じでやっております。でこれは太陽が昇ってくる前の時間帯ですね。この日は全然雲がなかったので、空がバーッと焼けるんですよね、一発目で。その焼けた空の、光を使って、撮ったっていう感じですね。太陽が昇ってきてからだとモルゲンロートみたいな形で、もちろん結構ハードライトで綺麗なんですけど、その前の時間の方が優しくてね綺麗かなと思ったのでね、そんな感じの一枚になっております。またねこれも動画ぜひご覧ください。そして最後の一枚はこちら鹿島槍ヶ岳ですね。さっきの唐松岳の撮影を終えてから帰るときにですね、反対側の尾根を見たときに、遠見尾根って言うんですけど、あっちが行きたいなと思って、鹿島槍もすごく綺麗に見えてるなと思って、来週行っちゃおうかなと思って、その次の週にですね、行きました。それで、これ、遠見尾根っていうところでテントを張って、1泊2日で行ってきたんですけど、その日の次の日ですね、の撮影になります。で奥に見えてるのが鹿島槍ヶ岳、猫の耳みたいにポンポンってなってるんですけれども、それをねちょっと撮りたいなと思って、で本当はもっとねすごい鮮やかなモルゲンロートをね撮りたいなと思ってたんですけれども、この日もまた夜中から黄砂が入ってきてしまって、結構強烈な黄砂でちょっともう全然もう鮮やかな光が得られなくって、バーっと広がるような光が拡散してのぺーってなっていくタイプの、朝だったので、ちょっと何か前景に必要かなというふうにね思ったので、このね辺りってすごい岳看板が見事な形をして踊り狂ってるようなものもいるし、そういったところも非常にね特徴的だったので、であれば、この尾根にあるその前景の植物たちの姿を入れつつ、その奥に山の姿を入れてあげようかなと思って、今回はこんな感じで構成をしてます。ということで、ちょっとね雪山が最後になってしまったので季節感がちょっとずれちゃうんですけれども、そういった鮮やかな桜だけじゃなくて山にも春が訪れるというところで、ちょっと今シーズンはいろいろな春の姿を見れたなというふうに思うんですけれども、ちょっと動画には全くできてない部分もあったりするんですけど、また引き続きね新緑のシーズンと撮影をしながら動画をまたね作成していければなというふうに思います。はい、ということで今回ちょっと長くなりましたけれども、今まで撮ったね写真たちをいくつか紹介させていた
ただきました。またね、皆さんこれから楽しい季節がやってまいりましたので、ぜひ撮影ね、頑張ってまいりましょう。またね、撮影ツアー等もやっておりますので、ぜひご参加いただければなと思います。ちなみに新緑の撮影ツアーは満員御礼ということで、マックス埋まってしまったので、また新たな夏のね、ツアーを、公開していきますので、また概要欄に詳細を貼ってありますので、ぜひご確認いただければなと思います。はい。ということで、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。